こんにちは、医師の今中和人です。このチャンネルでは人体の様々な機能や構造が私たちが子供の頃から事実だ、科学だと繰り返し教えられてきた進化によって獲得されたのか、それとも特に日本ではほとんど迷信扱いされていますけれども、創造主によって作られたのか、30年ほど携わった心臓外科医としての経験も交えてお話ししています。最近日本では出生数や人口の減少が問題になっていますけれど、次世代を育むって非常に大切ですよね。人類をはじめ哺乳類も脈々と世代をつないできたわけですが、この子孫を残すことを生殖、英語だとリプロダクションと言います。今日から4回シリーズでこの生殖と女性ホルモンと創造または進化というテーマでお話ししていきます。1回目は女性ホルモンと子宮、2回目は女性ホルモンと卵巣、3回目は女性ホルモンと乳腺、そして4回目は女性ホルモンはどうやってできるのかです。1回目の今日は女性ホルモンと子宮の関係について、いつものようにナビゲーターのあかりちゃんと一緒に考えていきます。当たり前のこと言うようだけど、我々って全員どっかの女性が妊娠して、そして出産してくれたからここにいるって思わない？だってみんなそうですよね。でしょ？違ういきさつでここにいる人いますかなんていないわけですよ。つまりね、人類が登場して以降、妊娠して、出産して、で、最近はともかく昔はもう母乳で育てるっていうことがもう世代をつないでいって絶滅しないために絶対に必要だったんです。なんか当たり前な気がします。いや、だから当たり前のこと言うようだけどって最初に言ったじゃん。で、話はこっからなのよ。で、こういったこと、つまり、例えばもう妊娠とか授乳とかっていうことが実現するためにもう絶対に必要なものがあるんだけど、なんだかわかる？そう言われるといっぱいあるような。ヒントはね、お母さん。わかった、女性ホルモンだ。ピンポーン。正解は女性ホルモンです。それってどっから出るか知ってる？はい、女性の卵巣です。即答やね。それでね、実は女性ホルモンって一つじゃなくて二つあるんですよ。で、そのうちの一つが、これぞもう女性たらしめるっていう王道の女性ホルモンの卵胞ホルモンで、英語ではエストロゲンというふうに言います。で、もう一つの重要な女性ホルモンが黄体ホルモン。英語ではプロゲステロンっていう名前です。どっちも聞いたことあります。でしょ？学校でも習うよね。じゃあさ、どっちも卵巣から出るんだけど、タイミングが違うのも覚えてる？覚えてますよ。エストロゲンは卵子が成熟していく過程で放出されて、そのピークで排卵が起きる。排卵すると今度は卵巣からプロゲステロンが分泌されて、赤ちゃんが来てもいいように子宮を整えるんだけど、妊娠が成立しなければ生理になるって教わりました。その通り、さすがですね。実はエストロゲンって構造が微妙に違ういくつかの物質の総称で、厳密に言うとエストラジオールっていう名前の物質が卵巣で作られるメインで、作用も最も強い、いわばザ女性ホルモンなんだけど、エストロゲンと覚えとけばとりあえず OK です。で、このビデオでは私もエストロゲンっていう名前でお話ししますね。わかりました。女性特有の現象って女性ホルモンのおかげっていうか、女性ホルモンとすごく関係がありそうですよね。実際どうなんですか？いや、ほんとその通りよ。男性ホルモンの影響で男性が男性らしくなるように、女性は女性ホルモンができるおかげで女性の体になっていくし、妊娠とか授乳とかもう絶対に男性には真似できないことができるわけです。で、こういう性ホルモンの働きって男性はなんと胎児期、つまりお母さんのお腹の中にいる時から始まってる話で、これはもう神秘的なんですけども、今回は関係ないからちょっと置いといて、いわゆる若い女性ね。で、若い女性について話しますと、このザ女性ホルモンのエストロゲンっていうのが大きな鍵を握っています。さっき言ってくれたけど、平たく言うと妊娠って卵子が受精してお母さんの子宮に、着床って言うんだけど、要するに定着して、その細胞がどんどん分裂しながら赤ちゃんの体が作られていくっていうことです。子宮というベッドで赤ちゃんがすくすく育っていくっていうようなイメージですかね。そのベッドを整えるサイクルが月経周期だって聞きました。そうそう。だけど
ベッドの足がもうガタガタだったりとか、もう紙みたいなマットレスだったりとか、毛布に虫が湧いてたりとかしたら、大人だって落ち着けないわけですよ。で、受精した卵子がすくすく育って赤ちゃんになるためだって、もう定着する場所にはやっぱりそれなりの環境が必要なわけですよね。で、それを整えてくれるのが女性ホルモンのコンビ、つまりエストロゲンとプロゲステロンなんです。逆に言うと、女性ホルモンがなければ、もう仮に受精しても卵子が定着するところがなくて妊娠が成立しないんです。妊娠が成立しなければ子孫を残せないわけですから、もう一代限りになっちゃいますよね。だから人類が出現した最初の時点で、要するに最初の祖先がエストロゲンを作る能力を持ってなければならなかったはずなんです。で、これってちなみに他の哺乳類だって同じことですよね。なるほど。時間をかけて進化してエストロゲンを作れるようになったなんて話じゃ全く辻褄が合いませんね。エストロゲンと子宮について他にも何かありますか？あるよ。子宮っていわば筋肉メインの組織なんですね。お産の時っていうのはその子宮の筋肉が収縮して赤ちゃんを送り出してくれるわけなんだけれど、子供の頃の女の子の子宮なんてそんな筋肉が全く成熟してませんからそのままじゃ赤ちゃん産めないですよね。で、この子宮の筋肉を発達させてくれるのもエストロゲンなんです。で、内側のベッドを整えるだけじゃなくて、出産できるまでに筋肉も整えてくれるっていうことなんですね。医学が進歩して以降こそ帝王切開っていう手術をして出産できるようになりましたけど、それまでもう医学どころか文明なんてものがなかった時代が長くあったわけですよ。で、それまではもう子宮の筋肉が成熟しないなんていう人類がもしいたら、もう人類だけじゃなくて、これ他の哺乳類だって同じですけど、出産が不可能なので絶滅しちゃいます。この点からもうエストロゲンが作れなかったなんていう時代ありえない。最初の先祖からエストロゲンを作れたはずだっていうことがわかります。確かにエストロゲンが作れないと妊娠も出産もできないんだから、進化して後から作れるようになったわけがないですね。それは納得なんですけど、最初から作れたというのは超ただごとじゃない感じでなんだかドキドキしますね。面白いでしょう。次回はこのエストロゲンについてもう少し深掘りして、エストロゲンや関連する、物質とか臓器がどれほど重要で、それからどれほど手の込んだ調節がされているのかっていうことを、それから哺乳類の繁殖スタイルって、得意なこといろいろあるんですけども、それ検討して、これが別の繁殖スタイルから進化したなんていう可能性があるのかっていうこと、それからエストロゲンを作る能力って実は全然当たり前じゃなくって、それどころものすごく複雑で、偶然持ってましたなんていう代物じゃないんです。しかもエストロゲンの前段階がなんと男性ホルモンで、段階的に作れるようになった可能性なんてあるんですかみたいな話をしたいと思います。あとちょっとおまけの話をさせて。さっき生理の話が出たでしょ。はい、しました。ベッドがない、ひどいと眠れないって言いましたけど、もう一つ、もう立派なベッドで、それから高級マットレスが敷いてあっても、布団がもう何ヶ月も何年も敷きっぱなしじゃホコリっぽくなっちゃったり、あるいはカビが生えたりで困りますよね。でも女性の子宮ってお客さん、つまり受精卵が来なかったら、毎月せっかく作ったベッドをベッドメイキングやり直して、新しいふかふかなベッドで次のベビー候補をお迎えするようになってるんです。そのベッドメイキングが生理なわけですけども、これちょっとずつ良くなったとは考えにくい。例えばね、昔はもう受精卵来てみたらマットレスがありませんとか、布団が濡れてる、あるいはシーツにカビが生えてたりなんていろいろしてたんだけど、それがやばいんでもう徐々に改善しましたなんて話じゃ、改善する前に絶滅しちゃうわけで、段階的向上なんてもう最高に非現実的なんです。じゃあこの愛情たっぷりの配慮としか思えないこの事実を見て、それでもこんなの当たり前だよ、偶然だよと考えるか、それともそのようにプランしてくださった方がいる、なんて感謝なんだろうって考えるかということですよね。あなたはどっちですか？この動画でお話ししたことは、どこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。